今まで小さなはぎれを継ぎはぎしていろいろな布小物を作ってきたけれど、こんな縫い代も取れなさそうなはぎれも素敵にできちゃうのかな。よし、やってみよう。今日はオーブンに入れられる大きなお鍋を買ったから、これで早速大鍋料理をしたごしらえだ。ところで今日はすごく小さなはぎれを使ってキルトを作ってみたい。いつも縫い代が取れなさそうだなというくらいまではぎれが小さくなったらさよならしていたのだけれど、思い出のドレスを縫ったものだとか本当にお気に入りの生地は、その小さなはぎれが集まってるだけでも可愛く感じて捨てられないんだよね。そこまで小さくてもキルトにできると知って試してみたい。何を作るかまだ決めてないのだけれど、とりあえずこれくらいの大きさでキルトを作っていってみようかな。生地を作るみたいで楽しそうだな。今回はキルトの上にはぎれを散りばめてオーガンジーを重ねるから、この前長女にハロウィンで作ったメリーポピンズのドレスを作った余りのオーガンジーを使おう。念のためキルト芯より一回り大きくカットしておいた方がいいかな。よし、次は小さなはぎれを準備。これは長女が5歳の時に初めて結婚式に参列するために作ったドレスのはぎれ。こういうのはどれだけ小さくなっても綺麗だし捨てられないんだよね。こんな小さいのも生きるなんて嬉しい。パッチワークには耐えられなさそうな薄手のはぎれも使えるのもいいね。よし、じゃあこのキルト芯にはぎれを乗せていってみよう。一つ一つはぎれにアイロンをかけてきれいに並べていってもいいのだけれど、今回はあえて散りばめてみよう。まだ縫い代が取れそうなのは除いておこう。これはいつかのはぎれをパッチワークした時のはぎれ。はぎれのはぎれだね。生地をデザインしてるみたいで楽しいね。こんな感じかな。オーガンジーを重ねよう。キルトミシンをかけていくのだけれど、中のはぎれが動かないように待ち針やクリップで要所要所留めておく。センター斜めにガイド線を引いておこう。
早速キルトミシンをかけていこう。斜めにキルトミシンをかけようかな。ずれないようにそーっと運んで、まずはさっきの中心線に沿って縫って、次からはミシンのガイド線を見ながら等間隔でキルトミシンをかけていこう。今日は手作りボタンに挑戦してみよう。UV レジンとボタンの型を使ってうまくできるかな。色も混ぜたりしてみよう。型にレジンを流して空気をうまく取り除いて、色をつけたものも使ってみよう。長女は指輪も作ってみるそう。うまくできたかな。キルトができた。想像以上に素敵だね。英語サイズのノートにぴったりそうだ。ノートカバーや手帳カバーみたいなものを作ったら可愛いかもね。そうとなったら作ってみよう。この生地を裏地にしよう。これは手帳カバーを留めるタブ。余り布でバイアステープも作っていこう。これはコーディロイの梨色。少し大人っぽい雰囲気のキルトに合うかな。バ
バイアステープを作っていく。中表にこうして合わせて縫っていく。さあ、そろそろ夕ご飯だ。お肉ももうすぐ焼けるよ。いよいよ仕立てていこう。表布と裏布を外表に合わせて周りをぐるりと仮縫いしよう。ノートを差し込むパーツを作ろう。ポケットになると便利だからタックでポケットを作ろうかな。タックを寄せて仮縫いしよう。端を三つ折りで縫おう。本体の裏側に仮縫い。これはタブ2枚中表にして縫おう。表に返す。本体の裏側中心に仮縫い。
周りをバイアステープで覆おう。バイアステープの終わりは縫い始めまで縫おう。縫い始めと縫い終わりを垂直に中表でこうしてクロスさせて縫い合わせよう。カーブに切り込み、表にバイアステープを折って端を縫っていこう。このタブはペンもさせて手帳カバーも留められるタブ。タブはこうして折って表からここを縫う。縫い始めがこんな風に段差になっている時は、縫い始める時は押さえの後ろにこの段差と同じ高さぐらいのものを置いてあげると縫い始めがスムーズになる。スナップボタンを手でつけよう。